来週どこ行く？無課金が考えるアメブーストのおすすめポケモン。ジャスパルと申します。皆さん、ホリデーに向けた準備は順調でしょうか？私は初めてお手伝いブーストダメをやってみているんですが、あまりの難易度の高さにひっくり返っております。お手ぶダメ、単調でつまらない的な話をよく聞いていたんですけど、実際やってみると超むずい段取りバトル的な感じで、今のところめちゃくちゃ面白いですね。慣れないと超難しいんだろうなと思うので、ちょっと続けてみたいなとも思っています。その話はどこかでおいおいするとして、今週もやっていきましょう。来週どこ行く？来週はいよいよホリデー間近ということで、ホリデーについて改めてざっくりおさらいした上で、無課金的な視点でホリデーでアメブーストしたいポケモンをピックアップしてみたいと思います。ホリデーが終わるとすぐさまニューイヤーが始まるかと思うので、怒涛のイベントラッシュ楽しんでいきましょう。それでは参ります。さあ、それではまずはホリデーイベントの概要を超ざっくりおさらいしておきましょう。より詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。さらにこの動画でお話ししきれなかった内容を補足する動画も近日中にアップしようと思っておりますので、合わせてチェックしていただけたらなと思います。イベントの解説考察だけで人って1時間も喋れるものなんですね。ってことで、ホリデー2025ダブル夢のかけらリサーチ。ダブル夢のかけらリサーチの名の通り、リサーチの夢のかけらが倍になったり3倍になったりする夢のような1週間です。例年通り氷タイプのポケモンが強化され、今年は鋼タイプまで強化される氷鋼タイプのお祭りとなりました。ならね、氷の石進化のアローラサンドパンを出してもよかったんじゃないかななんて思わないでもないですね。その他、なんかいろんなプレゼントももらえたりとか、ミニじゃないアメブーストも開催されたり、色違いの出現確率も上がったり、1年を締めくくるのにふさわしい年一のイベントとなっております。また、このイベントからトゲデマル、アルクジラ、ハルクジラ、ホリデータマザラシが新登場となります。おそらくね、運営さん、ホリデーは新ポケモン2種類とホリデー仕様のポケモン1種類、計3種族を追加しないといけないって思ってる可能性がありそうですよね。こんなんなんぼあってもいいですからね。ってことで、夢のかけらをばっこり稼いで、アメブーストで今年の総決算となる育成をして、新ポケモンたちもゲットして、素敵な2025年の締めくくりにしましょうって感じのイベントとなっております。で、開催フィールドが若草本島か若草 EX の2フィールドとなっておりますので、来週のフィールド選びとしては、フィールドボーナス上げを取るのか、アメブーストに向けて最後の最後までポケモンの厳選をするのか、どちらを優先するんでしょうって感じになるんじゃないかなと思います。フィールド選びについては、先週の動画がそのまんま参考になるかと思います。本当に一応付け足すことがあるとしたら、今年のホリデーは鋼タイプも強化されることになりましたので、トープぐっすりの最終枠で口糸狙いができるねくらいでしょうかね。それもね、もしかするとこのホリデーのアップデートがあったタイミングで最終枠ついに鳳炎御三家が入ってくるかもしれないので、どうなるでしょうかね。そんな感じでね、皆さんもう大体フィールド含めてお目当てって決まってるんじゃないかなと思うんですけれども、無課金パルの視点で今アメブーストするなら誰か考えていきたいと思います。なおですね、今年ってミニアメブーストが全10回ありまして、なんと使えたアメの総数はホリデーのアメブーストと同じ3500個だったんですよね。無課金的にはどちらも無限と読みますので、リソース的な話をするのであれば、ミニアメブーストを待った方が効率がいいと言えるでしょう。それでも今ホリデーアメブーストを活かすのであれば、今すぐ育成することに価値のあるポケモンってことになるのかなと思います。そういった視点だったり、これまでの独断と偏見からおすすめのポケモンたちピックアップしてみました。こんな感じになってます。600族、ライコウエンテイスイ君、アンバー御三家。すっごい普通。無課金視点で考えたんですけど、これすっごい普通な面々なような気がしますね。逆に言うと、彼ら以外のポケモンで今すぐにホリデーアメブーストを使いたい理由があるポケモンってなかなか思い浮かばなかったんですよね。ってことで、彼らがなぜおすすめなのかお話ししていきたいと思います。まず600族、ヨーギラス、ミニリュウ、タツベイですね。彼らはホリデーアメブーストをする価値のとても高いポケモンなんじゃないかと思ってます。
今すぐ育成するっていう価値としては、やはりね、進化するまでの時間をショートカットできるってことが挙げられるかと思います。もちろんね、タツベイだったりヨーギラスって最新フィールドであるアンバー渓谷にも出現するので、ゆっくり育成していく、飴を貯めていくってことも可能かとは思うんですけど、一緒に寝て育てるにしても、まず進化したりとか、レベル50のサブスキルを解放するまでがそもそも長い道のりですよね。そこをショートカット しやすくしてくれるホリデーアメブーストで、とりあえず彼らを実戦投入できるラインまで育ててしまうっていうのを一つおすすめしたいかなと思います。今ではね、飴がなかなか手に入りにくいミニ竜がこの中では最も優先度が高いと思うんですけれども、鍋拡張だけでも強そうなボーマンだと、元気チャージでレベル41運用しても十分活躍の機会が見込めるバンギラスは、いっそ理想個体を待たずに1体育ててしまってもいいのではないかと思ってます。パルもね、今でこそ海竜レベル60と50の2体を育てられていたりとかするので、時間をかければそれなりに育成は進められることと思いますし、いつかの理想個体に期待しつつ、600族を複数育成するかもしれないっていう、無課金的にはちょっとしたとんでも話になってるかもしれないんですけれども、一気に育成するところと2体目に向けて飴が多少なりとも節約できるところ、その両面からホリデー飴ブーストに最も向いているポケモンたち600族なんじゃないかなと思います。そしてね、何より海竜ボーマンダはアンバー環境で最強格のポケモンですし、バンギラスはね、元気チャージ食材ポケモン界隈でも最強クラスの実力者です。私、元気チャージ持ち食材ポケモン大好き TV パルと申します。そうやってね、とりあえずハードルを下げて育てたポケモンが1年後うちのエースですみたいな状況って往々にしてあるかと思うので、育てるなら今がいいかもしれません。そんな600族でした。お次、雷光炎帝水君。この3体はお手伝いブーストによってどんなフィールドであっても汎用性高く活躍できるので、とてもおすすめな1体というか3体かなと思います。まずね、前提として彼らはスキルのポケモンなので、レベル25でサブスキルが完結しているようであれば、レベルを上げる意味ってそこまで大きくはないかと思います。お手伝いスピードがちょっと上がってスキルの期待値がわずかに増えるくらいかと思います。ただし、レベル50のサブスキルを解放することで大きな強化が見込める場合、それこそスキル確率アップ M を解放しますとか、お手伝いボーナスを解放しますみたいな場合、アメブーストの力を借りたいことが多くなるんじゃないかと思います。パルはね、昨年のホリデーでスイ君を育成しまして、およそ1年かけて EXP 獲得量ダウンのスイ君がレベル60まで上がりました。2000時間以上一緒に寝ているので、かなりの時間を過ごしたんですけど、そこにストレスを感じることがないほど、あらゆる状況でスイ君の力を借りた1年でもありましたね。そういった、シンプルな強さもそうですし、お手伝いブーストダメもまた特別でね、慣れのいる遊び方だと感じているってことで、雷光炎帝スイ君を、強化できるラインまでがっつり強化してしまうっていう目的でのアメブースト、かけらを多く払う分の面白さは提供してもらえるものと思うので、おすすめに挙げさせてもらいました。ぜひね、先の伝説イベントでいい出会いがあった方はこの機会にご検討ください。そんな雷光炎帝水君でした。さあ、そして最後におすすめするのはアンバー御三家です。アンバー以外のね、各フィールドの固有のポケモンもある程度同じ理由でおすすめできるかなとは思います。無課金的には、これからアンバーに長く滞在することになるのであれば、飴ってそのうち溜まっていくのだから、のんびり育てればいいじゃんっていう枠でもあるんですけど、早くアボカド料理作りたいじゃないですか。で、飴が溜まっていくのであれば、今後もう一体育ててもいいと思うんですよね。このあたり600族で話したことと被るところが多いというか、なんならタツベそのものが被ってるんですけど、それこそラピスでミニリュウをもう一体育てられなくもないくらいまで最終的にはね、飴が溜まったという経験もあったり、ウェーニバルとウェルカモをどっちもレベル60にしているアカウントもあったり、飴が手に入りやすいポケモンたちは無課金であっても2体目っていう選択肢を選ぶことも可能なんじゃないかと思ってます。特にね、ナックラーなんて狙えるのであれば、もちろん AAA 食 M とか探したいところではあるんですけど、サブレがね、無限にあるのであればいざ知らず、そんな豪運ポケモンを探している間にアンバーからの旅立ちが来てしまうとも思うんですよね。
私、ミニリュウもアゴジムシも ABB を探していたんですけれども、結局見つけられないままアンバーに来ました。なのでね、とりあえず、ここまででゲットできた子たちの中で、レベル50運用とかでも、一旦ね、育ててみてはいかがでしょうかっていうのも含めて、アンバー御三家を今の時点でがっつり育成して、とりあえず実戦投入しちゃうっていうのはありなんじゃないかと思ってます。という感じでね、強くなるまでに時間がかかるポケモンたちをとりあえず一定の強さまで育てて実戦投入しつつ、伝説以外は2体目の可能性も残す、そんな選択肢としてのアメブーストも検討してみてもらえたらなと思います。おすすめに選出してるポケモンって多くの方のなんとなくの意識と合致するんじゃないかなと思うんですけど、理由を考えてみたら多分ね、無課金的なというか、実態はね、アメブーストでハードルを下げてとりあえず育成しちゃいないおじさんっていうね感じになってます。本当にね、もっと割り切るのであれば、どうせ今手持ちの子よりいい子なんて来ないって、より現実的にというか悲観的に言ってもいいんですけど、それじゃあね、やっぱり希望がないというか、もしかしたらすんごい理想的な最強ポケモンが来てくれるかもしれないっていうワクワクありきのゲームみたいなところあるじゃないですかその言い訳というかね、現実も見るしロマンも多少追うっていう、そんな選択肢としてアメブーストを使って育成ハードルを下げてみるっていうことも一つおすすめしたいかなと思います。ちなみにパルは AAA の食材補正なしフライゴンをレベル60にしたいなと思ってます。今はまだ飴はね足りないんですけれども、食 M がないならレベル60で無理すればいいじゃないと心の中のマリー・アントワネット概念がそう言ってますこれマリーが言ったんじゃないらしいんですけどね、ただの根性無課金おじさんのセリフなんですけれども私はね、正直 AA 食 M すらパッとゲットできるとは思っていないくらい明るい陰キャなので明るい陰キャは根性おじさんになってしまうという、そんな一例ですね。しかしながら一応2アカウント累計1700日以上無課金でまったり遊んでいるものとして、ちょっとだけ理想も見つつ今目の前のポケモンを強化するっていう軸でもアメブーストを捉えてみてもらえたらなと思います。そしてそんなことも意識して来週のフィールドでの厳選も気にしてみてください。ということで来週どこ行く動画にするというライフハックですそんな来週どこ行く無課金が考えるアメブーストのおすすめポケモンでした。なお改めてにはなるんですが、ホリデーのアメブーストって無理してやる機能ではありません。待てばより効率的なミニアメブーストが定期的に開催してくれましたし、もっと言えば待てばアメのたまるポケモンは極論アメブーストしないっていうのが最も効率良くなります。なんならね、今年ってもう1月中にミニアメブースト開催されてましたので、ちょっと待って、そこの350個で足りるのかどうかっていうのもね、意識してもらえたらなと思います。そしてね、皆さんはアメブーストではどんなポケモンを育成しますでしょうか。また育成におすすめのポケモンは誰が挙げられますでしょうかね。ぜひともコメントもお待ちしております。いろんな視点から皆さんのおすすめポケモン教えてください。よろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと幸いです。グッドを押していただけますと、ホリデー前に神答えと出会える確率が 7% ほど上がるかもしれません。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。それではね、ホリデー前最後の1週間、すなわちおそらく2025年最後の何もない週が参ります。食材集めやお手伝いブーストダメなんかもやりつつ、ホリデー前のラスト厳選チャンスで皆様に素敵な出会いがあることを願っております。ってことで来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。